この辺りがやっぱ86らしさ GR らしさ。よー気持ちいい。こっちの方がね流れが穏やか。めっちゃ安定してる。すごい安定してる。ラブカース TV 川口学です。皆さんついに GR86 そしてスバル BRZ 試乗会ということで、今回は袖ヶ浦フォレストレースウェイでこの86と、後ろも BRZ ありますけれども2台をですね乗り比べるわけですけれども、すでに GR86 と BRZ、MT の乗り比べというのは皆さんにお伝えしました。ですが今回は AT も含めて乗り比べを行う。さらにはこちらにですね旧型もありますので、旧型と比べてどうかというところも含めてお届けしたいと思います。はい、じゃあまずはですね BRZ 旧型、こちらはですね AT モデルなので僕が乗ってる車そのものでございます。これをですねまず試乗してみて、ここからスタートしたいと思います。じゃあ行ってきます。さあまずは私の車と同じ AT モデルでございます。まあね旧型でいいとこありますからね、非常に軽快だし AT でもそこそこやっぱ満足して走れるだけの性能を持ってるんで、そこがいいところですよね。流れてもコントローラブルだし、このタイヤね流しても全然減らないし、そこがねすごいいいところですよね。だから限界はちょっと低めではあるかなっていうところではありますよね。そこはしょうがないところ。思わず回ってしまった。スピンすんなって言われたのに。でも結構やっぱ流れていくのは早いかなっていうところはありますよね。そこはこのタイヤだとやっぱりこのくらいがどうしても限界かなっていうところですよね。だからこの辺りがシャシーが良くなってタイヤが18インチになってどんな感じに感じられるかというのがポイントですけれども、にしても改めて乗ってもこの車はいい車だし楽しい車になってるなっていうのは間違いないところですよね。2周目はちょっと流さないようにして走らないと、しっかりね抑えて気持ちよさを感じられるところで走っていこうと思いますって言ってる間に流れちゃうんですけれども、でも車のやっぱり向きも分かりやすいし、運転してて楽しさが即感じられるセッティングだし、 AT でこれだけ走れるっていうのはすごいやっぱりいいところですよね。そこが本当に素晴らしい部分と言えるところです。改めて古い車乗ると非常にやっぱり扱いやすいなっていうのがすごくよく分かりますね。自分が乗ってる AT の BRZ と同じですけれども、この間も土屋圭一さんとドリフトやって遊びましたけれども、本当にそういうことやっても全然使える AT ですし、楽しく走れる AT になってるので、そこは評価非常にやっぱり高いですよね。それとやっぱりこの向きの変わりやすさっていうのは車をコントロールするっていう意味においては非常にコントロールしやすいものになってますので、改めてこの元々の 86BRZ の良さというものが分かる、そんなことを改めて感じますよね。果たしてじゃあこれがどんな風に新型で感じるのか、合わせて AT もよりスポーツ AT になってるというので、そのあたりどんな風に感じるのかというところも含めて見ていきたいと思います。そしてもちろん86と BRZ がどんな風に違いがあるのかというところも見ていきたいと思います。はい、今旧型を乗ってきましたけれども、非常に楽しい車であることは間違いないので、これを超えるのはなかなか難しいところですけれども、新しい方どんな感じなのか次行ってみたいと思います。はい、じゃあ次はですねこの新型の86、結構タイヤを見るとそれなりにみんな攻めて走ってるなと、初めて AT に乗るのでどんな感じなのか
そして前のやつの AT とどんな風に違うのかいきたいと思います。もう今回86と BRZ かなり違います。まずフロントのハウジングがアルミか鉄か、86はアルミになっているというのが違いますね。でバネも違います。バネは86の方がフロント柔らかくてリア硬いんですね、相対的に。で BRZ の方がフロントとリアの差が少ないわけですね。さらに違うのはリアのスタビ、これの取り付け方が全然違います。86はこれまでの旧型と同じ取り付け方してるんですけれども、リアのサブフレームにスタビライザーをつけていると、 BRZ はボディにスタビライザーをつけているという違いがあります。アクセル回路に関してはマニュアル大きく違いますけれども、オートマはセット的には同じということになります。音がいいですね。 AT でも相当いい音してます。それと全体的にスタビリティが上がってる感じがすごいしますね。でやっぱり排気量アップしてパワーアップしてるので、エンジンのこの突きがすごいいいですよね。非常にしっかりとついてくる感じというのがあって、こっちはスライドがやっぱりすごくしやすい感じがあって、向きがすごくよく変わっていく感じというのがありますよね。あとハンドルのダイレクト感があって、この辺りがやっぱ86らしさ、 GR らしさという部分なんでしょうね。同じ AT 同士で比べるとだいぶこちらはドライブトレーンがすごい進化してるぞっていう感じがありますよね。それとハンドルのこのしっかり感がすごいあるので、そこが非常にいいところ。ちょっとやりづれえなちょっとやっぱ AT だとやっぱいまいちコントロールしづらさがどうしてもあるかなっていうところで、スープラなんかだと踏みっぱなしで綺麗に滑っていけるんですけれども、86だと途中で踏んでても食っちゃってちょっとね戻ってくるみたいな感じがどうしてもあるので、そこがやっぱりパワー235馬力になりましたけれども、正直もうちょっと欲しいなっていうところはありますよね。フロントがでもすっごいソリッドな感じがするのはなんでだろう。これは旧型と比べてもだいぶビシッとした感じのそんなですね感覚がありますね。若干だから長いコーナーでコントロール性がもうちょい欲しいなっていうところはあるのかなっていう、それは AT だからっていうのはもちろんあると思います。これで多分 MT だともうちょっと気持ちよくコントロールできるものがあると思うので、あの辺りがAT だと少し操作が難しいところかなっていうのはありますよね。なのでおそらくMT になればもうちょっとコーナーでのその姿勢のコントロールにも幅がこう出てくるのかなっていうところはありますよね。とはいえ AT でもだいぶつきがいいし楽しめるものになっていたというのはもう確認できたので、この辺りは非常にいいところですし、やはり AT モデルであっても GR86 であればあのくらい振り回してその走れるだけのキャパシティを持ってるなっていうのはすごく感じたところですね。やっぱり楽しさっていうのが一枚こう上のレベルで実現されているっていうのがすごい感じられるものになっていました。今ですね86の AT に乗ってきましたけれども、一言やっぱり先ほどの BRZ の AT から乗り比べるともう新旧の差はかなり大きいなっていうところですね。
で、スタビリティが上がったので旧型みたいにですねずっとこう流れっぱなしにならないでグリップが戻ってくるしコントロール性も上がってるというのがあるのでやっぱり楽しむっていう意味ではすごく楽しめるものになってますし、やっぱりこの GR らしさ86らしさっていうのが AT モデルでもしっかりと感じられてコントロールできるその、懐の深さみたいなものがしっかり実現されているなというところがありました。こちら全く同じ色ですけれども次はですね MT モデルに乗ってみたいと思います。MT こそおそらく GR86 らしさというのが存分に味わえるモデルだと思いますので GR86 欲しいという方は多分これが本命だと思いますけれども、これがどんな感じなのかチェックしたいと思います。AT モデルはやっぱりどうしても流れた時のですねコントロール性でもう一息っていうところがあったんですけども、おそらく MT になるとそのあたりも変わってくると思うのでこの違いをですね見ていきたいと思います。もうすでに MT は SKC でも乗ってるし富士でも乗ってるしいろんなところで乗ってそのですね面白さっていうのは体感済みですけれども、果たしてここ袖ヶ浦でどんな風に感じるかというところをですねチェックしていきたいと思います。じゃあ行きます。気持ちいい。やっぱ MT はいいですね。 AT もよくできてるけど MT はいいわ。気持ちよく回ってきますよね。こっちの方が流れがコントロールしやすい気がする。かなりやっぱリアはね流れるし MT の方がコントロールしやすいですね。個人的にはもうちょっと粘ってくれてもいいかなっていうぐらいだけれども、その分向きの変えやすさっていうのはあるので、ここもねじわじわ流れていっていい感じですよ。だから AT よりこの辺りの細かいコントロールがやっぱりしやすいですよね。ただやっぱりスープラなんかに比べるとパワーがもうちょい欲しいかなっていうところがあって、そこが長いそのスライドを維持することを考えるとやっぱり厳しくなってくるのかなっていうところではありますよね。とはいえ本当にサーキットで FR の楽しさを感じながら走るというのには最適なところですね。でも力かけていけば素直に向きが変わるし、その後のコントロール性も高いですし、やっぱり AT と比べると MT の方がだいぶこの辺りは走りを楽しめる要素っていうのが多いなっていうところはありますよね。 GR86 は AT も MT も基本的にお尻がですねこう出やすくなってる、かつそのステアリングの操作に対してダイレクトにクッと反応が出て、そこからソリッドに流れていく感じというのが非常によく作り込まれていて、この辺りがやっぱり GR らしさ86らしさっていうものの体現なんだろうなっていうのがすごくよく分かりますね。なので本当にやっぱりサーキットで車の動きを感じながらコントロールするっていう意味においてはやっぱこの GR86 すごくいいものになってると思いますし、そこをですね、もうちょっと今初めて乗ってもうちょっと調整する余地があるなと思いましたけれども、でもそれを克服してコントロールする楽しさがあるという、それがこの86です。やっぱりこれが多分一番コントロールしやすくて楽しい車だろうということになると思います。この後 BRZ 乗ってみてどうかというところですけれども、ただですねやっぱり今回初めて乗ったんでこれねコントロールしきるにはもうちょっと癖をつかまなきゃいけないかなっていうところで、スープラとかだとパワーがあるんでもっと踏み切りで流したりできるんですけど、こっちはですね微調整がやっぱりすると
トルクがですね少し足りないところとかがあって、ちょっとギクシャクした動きになっちゃうっていうのはあるのかなと思いました。じゃあ次はですね GR86 の MT 乗った後に BRZ の MT 乗ってみたいと思います。これまで乗った限りだとこちらの方が安定してたので、ハンドリングのキャラクターとしては落ち着いているというところですけれども、袖ヶ浦でどんな感じなのかというところを試してみたいと思います。もうここが違うんですよ。86の方がどっちかっていうと早開きですね。それに対して BRZ はリニアにスロットルが開いていく、そんな感覚があります。ここ粘る。全然粘りますね。全然違う。こっちの方がね流れが穏やか。ほら全然流れていかないもん。最後の方流れますけどスライドがすっごい穏やかだから安心してコントロールできるし、スライドが途中で変わんないですね。ここスライドがほら穏やかなんですよ。ここも86だったらもうここら辺から流れてるんですけど、リアが粘ってちょっとずつ後ろが動いていく感じなんで、ここも全然しくじらないですね。やっぱり粘りがあるんで、その分余裕を持って操作できるっていうところが大きく違うところだから、86の方がよりシビアなんですよね、流れた時に。それに対して BRZ はすごい落ち着いてるんで、もう車内見比べていただければ違いはもう明らかというところですね。このくらいキャラが今回は違うというところですよね。なのでこういった高速域で86はちょっと用が出そうになるところがあるんですけれども、 BRZ はそれがないなっていうところですよね。だから力かけてあげてもしっかりと粘ってくれる特性があるから、そこがすごいいいところ。こことかもすごい粘りますよね。僕はだからねやっぱり、BRZ ナビゲーターなんで当然ですけれども、BRZ の方がやっぱりコントロールしやすいっていうところはありますね。これはでも喋るよりコーナーの中での動きがだいぶ違うのがご覧になっていただいても相当分かったと思います。そんな違いですよ。フロントのハウジングが BRZ はアルミ、86は鉄、ショックアブソーバーの減衰も違う。バネは86は前が柔らかく後ろが硬い。それに対して BRZ は前は少し硬めで後ろはさらにちょっと硬めという、フラットな感じですね、どっちかというとね。でスタビ、これはリアの取り付けが違うのでボディと1対1でつけてあるスタビなので、動きがですねボディと同じように出るというところですよね。これがおそらく粘りの多分大きな要素になってると思うんですけれども、そこが違うというのもありますね。なおかつ、前後のスタビともに中空か忠実かという違いもありますし、その太さもあるので、そのあたりの違いというのも非常に大きなところで、いやでもここ見事な弧を描いてましたね。そういう意味ではね、素晴らしく綺麗に弧を描いている、そんな走りが印象的でした。なのでもっとタイトなところだと86の方が向きが変わりやすくて気持ちいいんですよ。だけれども今みたいなその長いコーナーでスライドを維持するようなところになってくると、向きが変わりやすいので、それをこう変わらないようにコントロールしてあげるスロットルの操作が求められて、なおかつそんなにトルクがあるわけではないので、たまにですねちょっと足りないっていう時がどうしても出てきちゃうかなというところですよね。そこが大きな違いというところでございます。じゃあラストは BRZ の AT に乗ってみたいと思います。いやーよかった BRZ。はい、今 MT の BRZ 乗ってきましたけれども、
やっぱりおじさんにはこっちの方がコントロールしやすいです。もう車内のドリフトしてる映像を見れば一目瞭然という感じで、あとタイヤがミシュランのパイロットスポーツ4履いてるんですけれども、そのタイヤをなんかこう美味しさをですね余すとこなくこう生かして走れるっていう意味では、やっぱりこの BRZ の方がキャラクターとして合ってるのかなというふうに感じました。はい、じゃあラストなんですけれども BRZ の AT モデルということで、これまで旧型乗って AT の86、MT の86、そして MT の BRZ 乗ってきました。で最後にこの AT の BRZ ということですけれども、AT だとスライドしている時のコントロール性がちょっと落ちるかなというのは正直ありますけれども、今回スポーツ AT になっているのでそのあたりもちょっと見ながらですね行ってみたいと思いますけれども、 MT でいうとおじさん的には BRZ の方がやっぱりコントロールしやすいなと、動きが穏やか、スライドが穏やかなんで、そこでの余裕がちょっと生まれるというところがありました。対して86はやっぱりシビアなところがあるんで難しい部分もあるんですけれども、そこをこう乗り越えて操るっていう楽しさというのがあるのかなということを感じました。では最後行っていきたいと思います。じゃあ行きます。エンジンの特性は AT だと86も BRZ も同じということになります。ただ AT は今回スポーツ AT になったので、これあえてちょっとパドルを触らずに行ってみたいと思います。ちゃんと2になってくれてますよ。美味しいところでちゃんとコントロールしてくれる。やっぱこの辺りの粘りが全然違うな。やっぱり BRZ で AT になるとかなり安定方向のキャラクターだなっていうのがもうすぐに感じられます。なので容易なことではお尻が流れていかないぞっていうそんな感じですね。じゃあ今度はパドルを使って、でもロードホールディングもすごいいいし、全般的にだから安心してられる感触があるっていうのはもう BRZ の方ですよね。僕が買おうとしてるのはこれなんですけれども、こんくらいやっぱり安定感あっていいのかなと思いますし、一番最初に AT の BRZ 乗りましたけれども、あれはやっぱり結構向き変わっちゃってたんですが、これはしっかりとやっぱり踏ん張ってくれる良さがあるので、そこでのやっぱ成長っていうのは大きいですよね。それとこのスポーツ AT も D のまんまで全然いけますし、パドル触ろうが触らないがあんま変わらない感じでここを今走れてるので、その進化もでかいですよね。めっちゃ安定してる。すごい安定してる。もう特にここの入りが違う。ここでお尻がめっちゃ粘ってくれるんで、そこがいいところですね。今回乗ってみて分かったのは、この袖ヶ浦フォレストレースウェイだと相当にこの粘りの強さっていうのが安心感につながってるなっていうところを痛感するものになってましたね。特にこういう高速域でのコーナリングした時にやっぱり86は少しこう陽が出そうになるというのが気になるところでしたけれども、 BRZ はもうビシッと安定してる感じがあって、だからあとはそのずっとテールを流して走るようなところでコントロールしやすさっていうのはもちろんあるんですけれども、人によってはそれが非常にこうまったりしてて逆に細かく向きを変えていけないっていう評価になる可能性もありますよね。なのでこういうところで86の方がより自分の操作をこう反映して走ることができるという、そんなですね評価になるのかなと思います。でもどっちにしてもどちらも非常に楽しいですし、そこはですねちゃんと両者のキャラクター分けとして
違いが大きく出ている部分かなというところですね。はい、というわけで袖ヶ浦フォレストレースウェイで乗ってきましたけれども、以前乗った時に比べてより違いが出たなという感じがしましたし、以前の SKC よりもここはちゃんとしたサーキットになりますので、よりですねコントロール性の違いみたいなものが大きく違いとして出てるかなということを感じました。はい、というわけで全車乗ってきましたけれども、今回その86と BRZ のキャラクターというのは本当に大きく分かれてるなというのはいろんなところでもう痛感してるんですけれども、ここ袖ヶ浦フォレストレースウェイで乗ってみて改めてですね、その2台のキャラクターというのが本当に大きく変わっているということを確信しました。でどちらかというとやっぱり落ち着いた感じの BRZ、 そして攻めのですね86というキャラは健在で、やっぱりこう86の方はもう途中でですね GR らしくないと言って、もっと GR らしさをというところを求めた結果ですね、今の味付けになったわけですけれども、実際に乗るとですね、やっぱりそのマシンをきめ細やかにコントロールして乗りこなす楽しさみたいなところっていうのを追求している車なんだなっていうのがよく分かりました。一方で BRZ っていうのはやっぱりその車をスライドさせてコントロールしている時でもですね、こう常に安心感が感じられるようなそんなキャラクターになっているので、ここはですね大きく分かれていて分かりやすい違いだなというふうに感じました。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカース TV で取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価もよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカース TV 川口学でした。ミシャンのパイロットスポーツ4を採用していると。ミシャンのパイロットスポーツ4を採用していると。失礼しました。エンストこいた。